皆さんこんにちは。今回は9畳のベッドルームを紹介します。お家全体のルームツアーは概要欄に貼っておきます。お部屋全体のインテリアは白、木、麻で統一してます。朝起きた時にすがすがしく爽やかさを感じられる空間づくりを意識してます。ルームサンダルは無印良品で購入しました。600円くらいです。ラグも確か無印だったと思います。バスケットは IKEA で1300円くらい。サイドテーブル代わりの丸太は楽天で4000円くらいでした。スタンドライトは名古屋市内の家具屋鈴屋さんで1万3000円で購入しました。オレンジ色の柔らかい光が心地いいです。ベッド一式は無印で購入しました。オーク材のベッドフレームはスノコ仕様の足つきタイプ。フレーム一式で7万円くらいです。枕カバーとシーツと白とグレーのガーゼケットも無印で揃えてあります。こちらの大きな絵はリサイクルショップで購入しました。絵を飾るだけでお部屋の雰囲気がぐっとおしゃれになるのでおすすめです。大きめに取った真四角の窓は腰掛けられる出窓になっています。夜中にここで外を眺めながら過ごす時間は最高のリラックスタイムになります。窓が大きいので季節によってお部屋の雰囲気もかなり変わります。このベッドルームには書斎兼洗面台を隣接させました。お化粧や身支度がこの部屋だけで完結できるのでめちゃくちゃ便利です。共用の洗面スペースと違って家族に邪魔されずにゆっくりお化粧ができるのも嬉しいです。この可愛いクリアチェアはリサイクルショップで4000円くらいで購入しました。洗面台はモールテックスで造作しています。独特の質感がおしゃれです。洗面ボールと水栓は平田タイルさんです。アベーナって色なんですけど、このマットな感じがたまらんです。丸型のミラーも平田タイルさんで購入しました。ゴールドの縁取りがこだわりポイントです。こちらのペンダントライトは東京の照明屋さんからネットで購入しました。サイズは3種類あるんですが、こちらは S サイズ2万7000円です。洗面スペースは全体的に丸型とゴールドで統一しています。かなりお気に入りな空間です。2畳のウォークインクローゼットは南海プライウッドさんの収納を使っています。棚や引き出し、ハンガーパイプなど自由に組み合わせて作れる収納です。空間の大きさや収納したいものに合わせてカスタマイズできるので便利です。アクセサリー好きならテンションが爆上がりしそうなこんな収納もつけれます。これならネックレス絡まっちゃったってこともなくせそう。
パンツラックもあります。マフラーやストールもかけておけます。洋服屋さんのディスプレイみたいに収納するのもおしゃれに見えるのでおすすめです。以上でベッドルームのルームツアーを終わります。最後まで見てくださってありがとうございました。お家全体のルームツアーもよかったら見てみてください。